はいちょっと話したいねけど許せないってことは他にも要因があるはずだからそんなに優しい人いないよこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はみちちゃんとてるまちゃんとボタニカルプールクラブに来てます。ということで久々にトーク系の動画を回していこうと思うんですが、トークのテーマどうしようっていうことでチャット GPT に聞いて正直に言うね、はい。これで膨らましていこうかなと思います。はいまあ30分ぐらい話そうっていう。はいでもうちらも行きの車から結構語っちゃってるから、もう鬼語りだから。でもまだいやすぐだって貯めてたもん。そうだね。ずっとすぐ LINE で聞きたいことも今日の車の運転のためにもうちょっと今喋らないでおこうみたいな、運転のために撮ってこうみたいな。確かに。じゃあ選んで。何でしょう。何がいい？内面哲学系幸せって結局なんだと思う？自分を一言で表すとこれいいんじゃないですか。自分を一言で表すと。じゃあここ一回言ってみます。まずじゃあ自分を一言で。マイペース。雨。雨女。もう今日これはもう証明されました。今日うちとみちちゃんがプールで泳いでる時は太陽が出たんだよみたいな。でアリサがなんか飲み物買いに行ってる時はピカーンって太陽がこう照らす、うちらもまあ神様みたいな感じになってアリサがどれどれってプール入ろうかなって来た時はさあ暴風で、いやすごかったよね。もうこれは証明されました。雨ですね。今は雨かな。はい。テーマちゃんは一言ゆっくりで大丈夫ですよ。一言です。はい。楽しいでもこのなんか適当に喋る。しっかりしっかり考える。性格出る。なんだろう。一言？もっと軽く考えて。真面目なんです。違う。アリサさんも意外と真面目だから、なんかさっきもバーベキューしてても時間とか測っちゃう。何なんだろう。意外とでも身長。身長真面目。いや身長だけど、なんかさ年取るとさ親の DNA これめっちゃ親だって思ってない？子供あやしてる時に超思う。へママみたい。なんか泣き泣きするのとかさ、ママもこれも一つなんかこの前旦那と話してたんだけど、もし子供出てきたら赤ちゃん言葉話せちゃうから。楽しみだけどなんか赤ちゃん言葉すぎてもダメなのかな。やっぱ使っちゃう。使っちゃうし、私もう言葉喋ってないもん。もう笑わすことに必死だから、宇宙語みたいなその笑顔がもらえる口の動きとかをしなきゃいけないから、もう言葉とか別に発してないし、だから私犬にも結構もうなんてこんなってなっちゃうけど、それのもうさらに上バージョンみたいな感じになっちゃう。なんかちゃんとした言葉を使う方が子供がなんか結局親の真似をするからさ、いいとかいうのも聞くけど、無理だよあんな生き物が必要な言葉にな絶対そうだよね。赤ちゃん言葉なっちゃうよね。なっちゃうよね。だから絶対使うよ、てるもちゃん。楽しみ。そうだよね。あと私の曲で寝るの知ってます？そばにいるね。そう。これちょっとマウントなんだけど。マウントなんだ。なんか友達のこう子供とか抱いて歌うと寝るのよ。なんか周波数出てんじゃん、その声の。基本寝るの。だから自分の子供にはこれ聞くのか。聞いたらめっちゃいいね。もうじゃあ録音してそのまんまメロディーとか出してるからすごいね。そうなの。楽しみ。それがいつも嬉しいんだよね。なんか友達の子供がみたいなで一言で表すとなんだろう。ヤシの木。ヤシの木。もう次行きたいから。マジで今の顔マジで今絶対嘘だった。さっき私気になったことを言って、もしこれみんな気にしないで言ってるかもしれないんだけど、うちマジで今日どうでもいい下着持ってきちゃったの。なんかもうバーってこうやって適当に入れちゃったから、島村で買ったなんかヤンキーズのなんかヤンキーズ柄のパンツを
下着を持ってきたのでうちがそこで着替えてる時に、まあ、めっちゃしょうもない下着持ってきたって言ったらみちさんがきっと可愛いって言いそうだったんだけど本当に可愛くないからガーッとか言って本当に可愛くなかったんだと思って後で私それ聞いてないかも。オフスクリーンで見せたりする可愛いよ。可愛いですよ。それよりテーマちゃん島村に行く。思った。びっくりした。なんか旦那の地元に行った時にパンツ持ってくの忘れたのでそのちょっと地方だから島村ファッションセンターに行ってこれでいいやみたいな適当に買ったやつ可愛いよ。全然可愛かった。じゃあ可愛いか置いといて履いてそう。なんかイメージとか可愛いから確かにすっごい昔になんかとあるアーティストさんがH&M の下着を着てる女は無理だみたいな私めっちゃ着てたんだけど。そう私もめっちゃシームレスのやつ。そうでその人がなんかビクトリア・シークレットとか履いてほしいうんでそんな気にしたことあるかなっていうない。あでもみちちゃんとか上下揃えてそう。揃えてるけどあー前まではでもそれこそ 1,2 年前まではもうちゃんと可愛いこれは漏れるよとか、でちゃんとレースの毎日つけてたんですけど、ユニクロのシームレスにやばいよね。それこそさ、アウグやってんじゃん。でシームレス出してんだけど、わかる。妊娠中もアウグの LL サイズ。でもお腹がさあれだからユニクロのマタニティすらきつくなっちゃったの。でヒートテックの L サイズも上まで上がんなくなっちゃって。そうだからそれ入ってたけどもう産後もずっともうシームレスしか着てない。シームレスに出会ってから他に行けなくなっちゃう。しかも響かないじゃん。そうなんですよ。ちょっとやっぱさデカパン響くの嫌じゃない。なんかシームレスだとまだいいけどさって思っちゃうな。だから私もなんか本当だらしないからいつもパンツが上からか下からはみ出てるからここら辺とかズボンの上ね全然見えちゃいけないんですけどまあいいかみたいな感じでまあいいかなってそう。次人間関係愛系親に一番感謝していること許せないこと友達との縁が切れた瞬間人生で一番愛されたと感じた瞬間許せなかった人を許した時の話あります？この辺該当すること。愛系か私許せなかった人は一生許せないからな私も一回許せなかったら絶対許さない。もう二度と自分の手てか紙にそれを許したとしても別にその人と関わらない。そうなんですよ別にていうか逆に許してるからこそ、そのもう距離を詰める必要がない、許して離れてるだから例えばこのぐらいの仲の良さで許せないことって多分ないの。ない分かるじゃん全てを許せるそうもうここまで来ると確かにけど許せないってことは他にも要因があるはずだから確かにもうそれで許せないってなったらもうスパッて切っちゃう。人間として無理ってことだったら私もそうだなあと去るものを追う。追わんすもう追わないね私も去るものは絶対追わない。でも去るもの追わないのってやっぱ自分の居場所があるからまあそうだね。だし確かにね。もし何もなかったらそうだよね追うかもしれないな難しいよね確かに。許せないことないなそう考えるとそうだから許せない理由があるよね。その人間関係でも。なんて言うんだろう子供って別に選択肢に自由がないじゃないですか関わる人に関してやっぱ狭いコミュニティの中で、でも大人って別に全てが選択肢になるわけだから、わざわざそこを選ぶ必要はなくなってきちゃいますよね、そうなんだよね。許す許さないの話を考えなくていいようになる、すげえ判決確かにね大体許すってことだよ。仲いい友達もう許す、未来夢系5年後の自分に手紙を書くならやってみたいけど怖くてできていないこと人生最後の晩餐何を食べる未来の子供に伝えたいことどれがいい？なんだろうじゃあやってみたいけど怖くてできてないことっやってみたいけど怖くてて言ったけど別に何かあるわけじゃないんだよな。やってきた気がするな。なん確かにか怖いこと。私あんまり挑戦しないタイプだから。私も挑戦してない私really？石橋叩きまくるタイプだから。あとやっぱなんか失敗が怖い。
なんか失敗を恐れるっていうか、私意外と多分プライドが高くて、自分の惨めな姿を人にさらせない。だからなんて言うんだろう、苦労してる姿を見せたくないし、その道のりを見せられないから、なんか意外と挑戦ってしたことないかも。安全圏内で自分の得意なことだけをやってきてしまう。失敗も結局未来になったら失敗じゃないじゃんって、そうなんですよ。今までのこととかそうなってるんだけど、この今の温かいさぬるま湯に浸かってる状態から何かを挑戦したりなんかやるっていうのにやっぱ恐怖心とかはあるかもね。なんか今やっぱこの年になって逆にやってみたいことがないかも。寂しいことだから。ある。留学もしたかったし、そうだよ、言ってたよね。この仕事始めたぐらいだし、あと最近実家に帰ったら、アイドルのオーディションの一次審査の紙を実家から掘り出して、あ、そういうのも見たかったんだなって思いまして。あ、でも私も TWICE に入りたいの。それがブラックピンクの5人目かな。でも本当にその時も覚えてるんですけど、まず韓国旅行がもうその日入ってたし、で私もこの仕事してたから人前で歌えない踊れないをできないって思っちゃって、もう真っ暗れちゃいました。タイトルある？なんか結構チャレンジしてる方なんです。全部やってますよね。すごい怖いけど、だから演技それこそそうだね、出たりとか超怖かったけど、やってみてうわ演技めっちゃ楽しいとか、なんか怖いって思った先に絶対発見がいいも悪いも、それは結構好きかも、どっちかというと。けど確かにそういうふうに考えると私もやってはきたかも。だから今ないのかも。だからなんかやりたいことがあればさ飛びかかってるんだろうし、やりたいことが特に新しいことでないから。だって結構アリサやってたよ。だってブランドもやって店舗も出して歌もやったしね。そうだ、歌もやったし、好きでした。聞いてました JK の時。結構パイオニアっていうか、そのインフルエンサーのいまだにずっとさやってるってことは結構時代も変わっていく中で、その中にこういい意味でもどうにか食い込んで頑張ってるよ。だからそれはやっぱ怖いって思ってないんじゃない？そのなんていうか、普通の人だったらもしかしてこれずっと続けてたらどうなんだろうって思ったりとかするけど、それを続ける楽しさを見出してるんじゃない？その怖さとかがないからいろいろやってきてるのかもね、そう考えたら。世界中で DJ してるし、いやそうだよ。もう本当スペインのクラブとか行っても私コネあるみたいな、どこでもコネみたいな、裏側でもみたいな、本当にすごい。確かにバイタリティは本当にだってさ、フリマとかしょっちゅうやってるしさ、そこにバイタリティこんなにやばいキャリアあるのにフリマ出てきちゃってる。フリマもやってるし、ちゃんと細かくやってるじゃん。だから私面倒くさって思うこと結構多いの。けどアリサってうちだったら面倒くさいって思うことをちゃんとやってるよね。でも普通にフリマに関しては捨てらんない病だから、誰かいるよ絶対これって思っちゃう。だっていらないもの買ってないじゃん私たちって。本当に全部宝物なんですよ。じゃん。いらないもの一個もない。だから捨てるができないんだよね。わかる。物持ちめっちゃいいタイプ。わかる。わかるわかる。物持ちめっちゃいいじゃん。確かに手だけもいいタイプ。本当にうちそれが逆に悩みで、もうなんか洗濯機が16年ぐらい付き合ってなんか使ってるんだね。マジで壊れないの。洗濯機も冷蔵庫もその電化商品ってまあある程度壊れるじゃん。10年で寿命って言うもんね。壊れないの。でこの前さアリさんに紹介してもらった業者の方に洗濯機を掃除してもらったの。そしたらなんか全く汚れてなくて、本当にこれだけみたいな。私だって買って1年半とかでもうドブみたいなことになってたよ。なんかマジでマジで。なんか服とかもテルマちゃん服とかはなんかいいものをボンって買う感じ。なんかそれをずっと着るってイメージある。バレンシアガとかそういうのとかを全然そのなんかプチプラでも長く着れるやつは長く着れるし、だからなんか新しく買うタイミングをめっちゃミスってる気がする。だからちょっと買い物付き合ってほしい。大好きじゃん。買い物行く。もうカード着る瞬間。マジで本当にそれがちょっと最近ガチでなんか買うタイミングだから、きっと引っ越しも今考えてるんだけど、引っ越しのタイミングで全部電化製品は
変えようかないいよ絶対いいよ確かにせっかくだからっていうのはあり多分さ今のものでも不自由ないけど相当いいもの出てるから、そう変えてみたら何がいい？うんあ、じゃあテーマちゃん決めてみます人生で一番愛されたと感じた瞬間。わーむずっ、私超感じてんな。私もいっぱい感じちゃってる最高じゃん一番難しいなあ、確かにな。むずいな一番。5年後じゃあちょっと話したいわ私は考えたいなんかいっこれさ、ぱいいっぱいいっぱいまあ、YouTube で昔に話したことがあるんだけどさ、マイルズがほぼ初めての彼氏じゃん。だからこう愛されることも初めてだし、愛することも初めてだしみたいなことと、で食い意地がすごいからなのかわかんないんだけど、好きな食べ物、お互いが好きな食べ物が5個あるときに3個くれるの。それにびっくりして、あーなるほどねなんかそれってマジで愛ってそれで今思えばさ、別にマイルズ好きだから3つ食べなよって思えることだし、マイルズからしたらナチュラルにやったんだけど、私は3個くれるの私にみたいなのを思って、それすごいさ愛だなって思ったなっていうのを思い出した今。どうですか？素晴らしいと思いますあと私は最近あったのがケミオくんなんですけど、夜中にラーメンを誘われて、でもお互い気遣い合ってやっぱ夜中だから疲れたみたいな、そうやって言い合ってる時に私と食べたいって言ってくれたのがすごい嬉しかったです。どういうこと？みちちゃんとラーメンを食べたいって言われたのがすごいってなりました。ケミオくんもマジ愛情深いから本当に愛情深いから愛って感じだよね。ケミオくん話で言うと、それこそ結婚式のためにさ帰ってきてくれでで、それだけでも愛だけど、あのケミオくんから涙が出るんだっていうのにすごいそれで愛をなんか感じたかも。めっちゃ号泣してたよね。私はでもまあデフォであれなんで今日でも泣けるんでだからそれは思った。面白かった。3人よしみちケミオがパッて見たら初めての結婚式だよと思ってそうだよね、初めての結婚式いやね、年齢的にそうだよね。結構感動的だったよね。あと私、アリサさんのスピーチで本当に忘れられないのが、お母さんが鍵を持たせることなく常にお家にいる状況がその当時は当たり前だと思ったけど、当たり前じゃないって成長してから気づいたっていうのも、そこで思う。わかるわかる。私お兄ちゃんのスピーチがお兄ちゃんもね最高だった。いや、アリサのスピーチマジ良かった。上手。私からも書いてください。すごい素敵だったね。しかもその二次会の時にそのアリサが泣きながらなんかその結婚式にマジで集中して自分の欲望ばっかり言ってたけど、マイルズのなんかそうできなくてみたいなで泣いてるのも超可愛かった。かわいい。でもあれ本当になんか私何してたんだろうって別にダメだったなとかよりなんかすごい思った自分で、まあいろいろ見えてなかったなみたいな。いやだけど大変だですよ、あの時期は。何だったっけ？愛されてる瞬間。でも私はやっぱり自分の親とかが結構無償に愛されてきたなって思って、条件とかなく、例えば男性とかと付き合う時に条件とか言われるじゃないですか、こういう女の子が好きみたいな。びっくりしちゃう。なんか私であるだけでよくない？条件みーちゃんマジでいい意味で自己肯定感超強いじゃん。それってそうなんですよ。超強みだよね。めっちゃいい。でも思うんですけど、やっぱり特に父親からもうめっちゃひいきされてたんですよ。母は超弟が好きで、父は超私で、例えばなんて言うんだろう、よく覚えてるのがハワイで時差ボケで私いつも眠れなくて、父を起こして毎回散歩に連れてってもらってたんですけど、一回も嫌な顔されたことなくて、むしろすごい嬉しそうに起き上がって、今でもなんか海岸でハーゲンダッツ食べながらネズミを見たよねとか、そういうなんか向こうも今でも嬉しいと思うし、思い出としても素敵だし、でもやっぱ男性とかと交際するとダリーみたいな顔とかされたり、びっくりしちゃう。私が言ってるのにみたいな。だからなんかそういうなんか小さい頃当たり前だと思ってたそういう無条件な愛って大人になった時に得るのって難しいんだなって思って、だから先に与えられるように心がけてます。もらえるように。やっぱりけど確かにそうだよね。その無条件の愛がさ結局結婚とかさになるけど、それってだって血がつながってる
からそうなってるわけじゃん、きっと。けど血のつながりもない他人に対してそれをさ、じゃあ自分もできるかって言ったらさ、やっぱ難しいよね。でもやっぱ血がつながってないからこそいつでも切ろうと思えば切れるからこそやらないといけないなって思いました。そうだね。なんか正直兄弟とか親に対してはどんな態度をしてもやっぱりつながってしまってはいるから、だからそれはすごい大人になってからいい環境だったなって思います。確かに。この前結婚記念日だったんですけど、なんかやたら帰りが遅いなと思って、その最寄り駅にある花屋さんが閉店してて、でその次の駅まで歩いて買ってきてくれて、ごめんね遅くなってみたいな、汗だくになって、おめでとうみたいな、ありがとうみたいな、毎日本当にありがとう、愛してるよみたいな来てくれた時には、すごいいい人だ、いい人っていうか、なんか愛されてるなって。それこそ今ちょうど話してたけどさ、花とかもらっても嬉しくないっていう女がマジ無理なの、私。ありえない。教養なさすぎる。普通になんか愛された花をもらったことないから言うんだよって私は思っちゃう。もう本当にお花に興味ない人もいるかもしれないけど、私は物よりお花とか手紙とか、私のことを思った背景があってくれるものの方が嬉しいから。けど分かんない、それもさ、言ったらうちらはさ、自分で欲しいもの買っちゃうからなのかもしれないし、いやどうなんだろう。じゃあさ、切り詰めてる家計の中でさ、じゃあ3000円のお花を買ってくれました、じゃあ3000円の違うものくれた方が良かったのにって思っちゃうかもしれないからさ、それはまあ環境もあるのかもしれないけど、でも私は普通に嬉しいな。本当に心から好きな人でもそれ思うかな、お金の問題で。だって気持ちじゃないですか、お花って。友達からもらってもやっぱ嬉しいじゃん。嬉しいし、なんか何でもない日にもらう花もめっちゃ嬉しい。そうなんだよね。何でもない日にもらう花は本当になんか髪色と似てたから買ってきたとか、なんかいやもうそれ優しいなみたいな、いいよね。花好きだな。あと一時的なものじゃん、生命があるから、それに対してさ、お金を出して買ってくれてっていうのがそれだよね。愛されてる象徴、花です。でもさ、花いらないとか言ってる人こそめっちゃ花欲しかったりしない？だから結局わかんない、港区女子が悪だとは言わないけどさ、ああいうすごい大きなバラの花束みたいなのをさ、100本とかをさ、パパ系とかからもらっても、それと違う、それはいらのない、気持ちのこもった花じゃんっていう。だからやっぱ好きな人と付き合ってください、皆さん。そうだね。好きな人だったら何だって嬉しいから。ちょっと気にしないで。でもさ、後ろの方があれなんじゃない？あ、確かに。今更ね。ほら、どう？ほら、ここの方がだけどなんかちょっと遠いよね。本当は遠い。ちょっと可愛いからよろしくお願いします。みんな知ってるよ、そんなこと。分かってる。冗談じゃないですか。絡みづら。なんか一番本当はさ、自分のことを愛してくれて一番大切にしなきゃいけない相手こそ、家族もそうだけど、相手こそ一番さ後回しにしちゃって、なんか浅い関係の人にいい顔したりとかさ、時間使ったりする人がやっぱ多いみたいな。で、気を引き締めないとそれができないのに自分もダメだなって思うんだけど、できても全然できて。あと気になるのがさ、その関連なんだけど、子供ができると子供が一番になるか、旦那さんがまだ一番。いや、それは本当に申し訳ないけど子供だね。まあでもそれはいいんじゃないですか、本当に親として。それこそ YouTube でも話したんだけど、最初の産後1ヶ月とかマイルズの目1回も見てない。多分もう入ってなかったの、視界に。かっこいい。なんかで、マイルズはまあ産んでないからさ、いきなり父親になるって、まあ流れはあったけどさ、もちろんしかも寄り添ってくれてるタイプだし、本当にいい父親、旦那をしてくれてるけど、マイルズからしたらちゃんと私に、しかも産後のこととか産後うつがあるとかそういうことも全部分かってくれてたから、私に対しても今まで通りとか今まで以上に愛情を伝えてくれたりとかケアしてくれるのに、もう超ないがしろにしてた最初で、最近になってやっと、あ、やばい、マイルスとちゃんとコミュニケーション取んなきゃってなってしてるけど、もう息子以外目に入んないって感じだったかも。1ヶ月でそれ気づけるのは全然早いですよ。そうかな。普通だったらやっぱ10年後ぐらいでマイルスさんすいませんみたいになるところを1ヶ月でやっぱちゃんと向き合えるっていうのがアリサさんたちはもう長いじゃないですか。定期的に気づいてるよ、アリサ。なんかさんに対してプンプンプンでもなんかこんなに優しい人いないよ。やっ
ったら全然違うなんかもう最高みたいななったりするじゃん。でももうマイルズのおかげ、本当に全て。でもそう言えるのも素晴らしい。けど本当にそうなの。マイルズじゃなかったら多分こんなに続いてないだろうし、もう本当にすごい黒いじゃんこの辺みたいなのも変換して伝わってんの、なんか綺麗浄化されて伝わってんのね。そんな意図なかったけど、まあいっかラッキーみたいな感じでとか結構ある。アリサ別に黒いもんなんかあるよなんか正当なことを言っている。けどまあ隠さないけどね、その黒いとこを別に。だからそれも含めてやっぱり私たち最近レイジージェニーが大好きで。レイジージェニー最高。レイジージェニーってやっぱり今日知ったけど。最近アリサのなんか YouTube 見て思ったのがなんかこれパンパーズのあれなんだけどしましろなんだこれとか言ってたのはアリサだって。だからそういうとこなんか別に黒くないけど自分の意見をだって仕事になるかもしれないのにね。人間で可愛い。アリスさんやっぱ人間で可愛い。だけどなんかあのコメントにそのうち可愛く見えてきますよしましろって結構来てて、年を重ねて見慣れてきて、あじゃあそういう日も来るかなとか思ってるけど、なんでしましろなって思わない？だったら鳥とか風船とかでいいんだけどって思っちゃった。まあまあまあ、だからそれだったらなんかあんまりキャッチーじゃないんじゃない？なんかしまじろう使った方がちょうどいいとこにいるんだろうな、しまじろうが。確かに。でもいろんなデザインあってもいいかもね。しまじろうだけじゃなくて。でも人生は愛中心で回したいなとは思った。回したいよね。この仕事とかもキャリアとかも頑張りたいけど、やっぱり愛を中心に生きていきたい。なんかやっぱさ、周り見えなくならないようにはマジで気をつけてるかも。なんか仕事に関しても、まあ、人間関係も、まあ、恋愛もそうだけどさ、仕事とかでもやっぱ周り見えてないなみたいな働き方の人もいるわけじゃん、周りでさ、はい、だからやっぱちゃんとその忘れちゃいけないよなって思います。思うよね。そんな感じですんごい漏れないライティングで3人で確かに大丈夫かしら。やばいよね、全部使えないぐらいのライティング。じゃあモザイクで漏れてなかったらモザイクモザイクかかってるかもしれません。はい、ということで、3人で仲良くガールズナイトを続けたいと思います。ありがとうね。今からプール行ってきます。ではお願いします。また3人で動画撮れたら撮りたいのでバイバイリクエストもお待ちしてます。バイバイ。バイバイ。